母が亡くなった後、遺産相続の話の席で姉が高笑いした。あんたの取り分はこれだけだって。お気の毒様。姉はそう笑いながら同封されていた一枚のメモを私へ投げ渡した。メモに記されていたのはとある住所。全く心当たりのない住所に首をかしげつつ、姉もそのメモに何か意味があるとは思ってもいない様子で完全に私のことを嘲笑している。しかし、実はそのメモには大変な秘密が隠されていたのだった。私の名前はマリナ。30代の独身で美術大学を卒業後、フリーのイラストレーターとして働いている。私が描いているのは主に背景アート。ファンタジー色の強い景色を描くのが得意で、出版社や広告代理店などを相手に仕事をさせてもらっている。私は一人暮らしをしているが、実家では母と姉夫婦が同居している。姉は幼い頃から体が弱くて体調を崩すことが多かったからか、母に甘やかされて育った。姉は今も体の弱さを理由にして会社勤めは難しいと言って専業主婦をしている。周囲に優遇されたり、母に甘やかされたりしてきた影響か、姉はいつも私に対して尊大な態度をとってくる。自分の方が美人でモテるなどと言って私のことを見下してくるのだ。マリナはずーっと勉強だ仕事だってそればっか。だから30過ぎても結婚できないのよ。女の幸せは男に愛されてこそだわ。旦那がいる私みたいにね。私と顔を合わせるたび、姉はそんなことを言ってマウントを取ってくる。確かに姉は美人と言えるくらい顔が整っているし、一方の私はごく平均的な顔立ちだ。しかし、養子やパートナーの有無を理由に優劣を決めつけてくる姉の態度が私はとても嫌だった。私自身は独身であることに何の引け目も感じていないし、好きな仕事に専念できる今の暮らしがとても好きだ。しかし、私は本心ではそう思いながらも、体が弱い姉のことを気遣い、本音は言わずになるべく波風を立てないような受け答えをするよう心がけていた。ちなみに、姉夫は素朴な男性で、美人な姉に骨抜きにされている。もともと穏やかで心優しい性格をしていることもあってか、姉がどんなに尊大な態度をとっても怒らずニコニコしている。そんなある日、母が病気で倒れてしまった。そのまま母は緊急入院して危篤状態になり、意識不明の状態が続いた。私は母が搬送されたと聞いて、慌てて病院へ駆けつけ、母のそばで震えながら母の無事を祈った。母のことが心配でたまらない私とは対照的に、姉は愚痴ばかりこぼしている。ああ、もう疲れた。マリナがいるんなら、私帰ってもよくない？母がいつ亡くなってしまうかもわからないような場面で、そんなわがままを言うなんて。しかも、意識がないとはいえ、母のすぐそばで言うことではないだろう。まるで母のことなどどうでもいいと言わんばかりの態度を取る姉のことを、私は信じられないものを見る気持ちでちらりと見合った。それから間もなく、必死な私の願いも虚しく、母は帰らぬ人となってしまった。後から医師に聞いた話によると、母はここ最近、以前から抱えていた持病が悪化してきていたそうだ。そのせいで、あまり体調が優れない日が続いていたのに、母は自分と姉夫婦の生活費を稼ぐために、パートタイムで必死に働いていたという。その無理がたたったのではないかというのが医師の見立てだった。それを聞いた私は、もっと母が無理しないように気にしてあげればよかったと後悔し、何とも言えない気持ちになって涙を流した。母が亡くなった後、すぐさま葬儀の準備が始まった。通常なら、喪主は長女である姉がやるものだが、
姉は喪主の役割を、面倒なんだけど、の一言で片付けてしまい、全く何もしようとしない。仕方がないので、私が母の葬儀の喪主をやることにした。姉の代わりに私があれこれ葬儀の準備をしていると、姉夫が心配そうな表情でこっそりと私に声をかけてくれた。マリナさん、大丈夫？俺も手伝うから無理しないで。ありがとうございます。すごく助かります。実際、私は母を亡くした悲しさであまり頭が回っていなかった。それでも葬儀が終わるまではしっかりしなければいけないと思い、気力だけで何とかしている状態だった。そんな私の様子に全く気づかないばかりか、我関せずといった態度をとっている姉。そんな姉とは真逆で、弱っている私に気づいて気遣い、さらに手伝いを申し出てくれる優しい姉夫。彼の存在に私はとても助けられたのだった。そうしてなんとか母の葬儀を終えた後、姉が待ってましたと言わんばかりに遺産相続の話をし始めた。その目は少しでも多くの遺産を相続してやるという欲望でぎらついていた。母さん、自分がもう長くないって分かってたのかしら？遺言書を残してたみたいなの。姉はそう言いながら、カバンから一通の封筒を取り出した。そこには遺言書と書かれており、その字は確かに母の字だった。私は遺言書というものを初めて見たが、どうやら叱るべき手続きを踏んで書かれたきちんとしたもののようだった。姉はおもむろにその封筒をビリビリと開け、中身を取り出した。取り出された遺言書を読むと、そこには私への遺留分と同封のメモ1枚を与え、残りすべての財産は姉に譲ると書いてあった。その内容を読んだ瞬間、姉は高らかに笑った。あんたの取り分はこれだけだってさ、この紙切れ1枚だけ。お気の毒様。まあ当然よね。母さんはあんたより私のことを可愛がってくれてたもの。姉は心底愉快だと言わんばかりに笑いながら、同封されていた一枚のメモを私に投げ渡した。そして姉は満足げに鼻歌を歌いながらその場を後にした。そんな姉の姿をその場にいた親戚たちは苦々しい顔で見ていた。私は母が決めた財産分与について反論する気持ちはなかった。おそらく母は体の弱い姉の行く末を心配していたのだろう。姉は子供の頃、体調不良で頻繁に学校を休んでいた影響で勉強についていけなかったようで、大学進学を選ばなかった。そして今も会社勤めはしていないので、母としては姉に対し金銭的に不安を感じていたので、財産を多く残したのではないかと思う。一方の私はイラストレーターになりたいという夢を叶えるために、高校の頃には美術予備校に通わせてもらったし、美大へも一浪してまで行かせてもらえた。そのおかげで、今では学校で学んだ知識を活かしてイラストレーターとして働けているし、ある程度の収入を得ることができており、金銭的には問題なく満足している。おそらく母もその状況については知っていたはずだ。なので私はわざわざ母の意思に反してまで遺産が欲しいとは思わなかった。そうは言っても自分が母の遺産をたくさんもらうことが当然だと言わんばかりの姉の態度に私は少々イラッとした。母が亡くなったというのに悲しむ様子もなく自分の損得だけを気にしている姉の姿に私はなんとなくもやっとしたものを感じた。改めて母から残されたメモを見ると、そこには走り書きでとある住所だけが書かれていた。全く心当たりのないその住所に私は首をかしげたが、取り急ぎ私はメモに書かれている場所へ行ってみることにした。到着した場所は一見するとごく普通の雑居ビルの一室だった。こんなところに母は一体何を残したというのだろう。
母とは縁もゆかりもなさそうな場所に、私は少し警戒しながら、恐る恐る扉を開けて中に入ってみた。するとそこはゲーム会社の開発スタジオだった。スタジオ内には多くのプログラマーやクリエイターたちが働いており、活気あふれる雰囲気が漂っている。私がその雰囲気に圧倒されていると、そのゲーム会社の社長だという男性が出迎えてくれた。なんでも彼は母の友人だという。母は以前、彼に私が最近賞を取った背景アートを見せたことがあったようで、それを見た社長は私の作品をとても気に入って惚れ込み、ぜひ自社で働いてほしいと言ってくれたのだという。そこで母は私を社長に会わせようとして日程調整などをしようとしてくれていたらしい。しかし、その矢先に病気で倒れてしまった。遺言書と一緒に残されていた私宛てのメモは、きっと母が亡くなる直前に用意したものだったのだろう。母がそこまで私のことを評価してくれていたなんて、友人とはいえ、一会社の社長に売り込みまでしてくれていたなんて。何も知らなかった私は、今更ながら母の思いや評価に目頭が熱くなるのだった。その後、私は母の思いを汲んで、そのゲーム会社で働くことにした。社長も社員たちもみんな気さくないい人たちで、プログラミングや作画の腕も確かだった。その中で、私の手掛けたデザインや背景アートは高評価をいただくことができ、私は数々のゲームプロジェクトに携わらせてもらえるようになった。私が関わったゲームは次々に大ヒットし、一躍人気を集めることになった。その結果、私はフリーランスで働いていた時よりもずっと高収入を得ることができるようになった。収入の増加に伴って私の生活状況は一変した。今まではがむしゃらに仕事を詰め込むことが多かったが、今は書きたいものを丁寧にじっくり書くことができるようになり、生活に余裕が持てるようになった。料理をしたり、ゆっくり湯船に浸かったり、ストレッチやヨガをやったり。そんな今までおろそかにしていたものを拾い上げることができて、仕事だけをして突っ走っていた頃に比べると、私の生活水準はかなり上がった。それもこれも母が残してくれたつてのおかげ。私は母が残してくれた素晴らしい財産を大切に活用させてもらっていた。私がいい生活を送れるようになったというのをどこかで聞きつけたのか、ある日姉が私の自宅に押しかけてきた。そして私に詰め寄る勢いで近づいてきて、目をランランと輝かせながら言った。ちょっとマリナ、聞いたわよ。あんた最近すっごい稼ぎが増えたらしいじゃない。そんなに稼いでるんだったら、体が弱い私のために仕送りしなさいよ。そう言ってニヤニヤと笑いながら、さも当然とでも言うように仕送りを強要してくる姉を、私は呆れた目で見つめて言い放った。いやよ、聞いたよ。姉さん、ホストに入れ込んで貯金使い果たしたんだって？で、旦那さんに見放されて離婚したそうじゃない。要は、姉さんは自分が働かなくて済むように新しい金づるが欲しいだけでしょ？純粋に生活費が足りないって言うならまだ考える余地もあったけど、姉さんの場合は自業自得じゃない。私は姉さんにそんな都合よく使われるのなんてごめんだわ。私の言ったことが図星だったのか、私がホストのことや離婚のことを知っていたことが想定外だったのか、姉は顔を真っ赤にして焦り出した。なんであんたがそのことを知ってるのよ。姉さんの旦那さんに聞いたの。母の葬儀以降、私は法事などの関係で姉夫とたまに連絡を取るようになっていた。そして姉夫とやりとりする中で、彼と姉が離婚したことを聞いたのだった。姉と離婚することにしたと言った時の姉夫の声はとてもすっきりしたものだった。いくら温厚な姉夫でも近頃の姉の態度はよほど目に余るものだったのだろう。姉夫から離婚を持ちかけた時、姉は
予想通りというか、泣いて反対してきたらしいが、ホストに入れ込んでることなどを理由にして、なんとか離婚を成立させることができたそうだ。姉は、私が姉に不都合なことを知っていたという事実にあたふたして言い訳を重ねようとしていたが、私はそれを遮って冷たく言った。それに、姉さんって体が弱かったのは学生時代の話で、今は普通に健康でしょ？なのに、働こうとしないで、人のお金に頼ってるのは単に怠けてるだけじゃない。そう。姉は確かに高校時代までは体が弱かったが、今は至って普通の健康体。特に突然体調を崩したりすることもなく、日常生活に支障をきたすようなこともなく過ごせるようになっているにもかかわらず、姉は働かずに楽をするために体が弱いふりをし続けて、母や姉夫の稼ぎに頼っていたのだ。いつ頃だったかはもう忘れたが、私は姉の体調のことに気づいてからというもの、姉のことをずっと冷ややかな目で見てきた。そして母にも何度か、姉はもう健康体だから過度に面倒を見なくても大丈夫だと進言したのだが、母は、だとしてもいつ急に体調を崩すかもしれないし心配だからと取り合ってくれなかったのだった。母の中では、姉はずっと子供の頃のままの姿で止まっていたのかもしれない。母さんも姉さんが体弱いって信じきってるあたりで、目が節穴っていうか甘やかしすぎだったっていうか、そのせいで無理して仕事したのが原因でだなんて、ほんと笑えないよ。というか、姉さんは本気で反省すべきだと思うんだけど。姉が体が弱いふりをし続けていたせいで、母が追い詰められてしまった。母が亡くなった後に医師に話を聞いてから、私はどうしてもその考えを払拭することができずにいた。それと同時に、そのことに気づけなかった自分や、なぜもっと強く母に進言しなかったのか、姉にもっとちゃんと働くように言わなかったのか、自分のことを責めたのも一度や二度ではない。そんな私の気持ちなど全く考えず、反省の様子も見られない姉に対し、私がため息と軽蔑の眼差しをやると、すべて見抜かれていたことに気づいた姉は、羞恥か絶望からか、みっともなくガクガクと震えて、膝からその場にへなへなと崩れ落ちたのだった。その後、私は床にへたり込んで動かなくなった姉を引きずるように立たせて自宅から追い出した。姉は終始呆然としていて、特に抵抗せず、なすがままにされており、特に騒ぐこともなかった。姉を追い出した後、私は姉とのつながりを断つために、姉の連絡先をブロックして削除した。さらに、今後自宅に来られないようにするため、ちょうどいい機会だと思って引っ越すことにした。新しい我が家は職場からほど近いところにある築浅マンションだ。職場から近くなったことで通勤時間が短縮でき、今までよりプライベートの時間が増えたので満足している。ちなみに姉は、その後も体が弱いと自称して、親戚や友人に助けを求めたらしい。しかし彼らも母の葬儀での姉の態度や日頃の様子などから姉の虚弱体質は嘘だと気づいたようで、ことごとく姉の頼みを断ったらしい。切羽詰まった姉は今度は公的機関から支援を受けようとしたようだが、病院の診断書などの体が弱いことを証明できるものがなかったため、支援を断られてしまった。それに激高した姉は暴れて大騒ぎになり、ついには警察沙汰にまでなったそうだ。そんな話を知人づてで聞いた私は恥ずかしくなり、姉と絶縁してよかったと心から思ったのだった。姉の件が片付いた後、私は母が眠るお墓を訪れた。一連の騒動を報告してから、今の会社とご縁をつないでくれたことに感謝して、これからも自分自身の幸せのために生きていくよ、と心の中で宣言したのだった。